こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックヒーローズのソフト紹介です。今作はソニックシリーズの中でも異色のアクション性を有しており、また総勢12体ものキャラを操作できる、シリーズ屈指のキャラゲーでもあります。今回はそんなソニックヒーローズの魅力を、たっぷりお伝えしたいと思います。それでは、早速スタートです。ソニックヒーローズは、2003年に発売された作品です。ゲームキューブ、プレイステーション2、Xbox の3機種で発売という、マルチプラットフォームで展開されました。今作の特徴は、なんといってもそのゲームシステム。総勢12体ものプレイアブルキャラクターが登場し、彼らが3人1組のチームを組んで、ステージを攻略していきます。といっても3人を同時に操作するわけではなく、基本的にはその時リーダーになっているキャラのみを操作します。一つのチームには、スピード、フライ、パワーの3タイプのキャラクターが存在し、それぞれが異なるアクションを持っているので、ステージの仕掛けによってリーダーを切り替えながら、先に進んでいくことになります。3人とかめちゃくちゃ操作難しいなと思ったから焦ったぜ。スピードタイプをリーダーにすると、3人が一直線に並ぶフォーメーションになります。他のフォーメーションより移動速度が速く、3D ソニックおなじみのホーミングアタックも使えるので、従来のソニックに一番近いアクション性になっています。フライタイプをリーダーにすると、3人が縦に連なり、少しの間空を飛べるようになります。基本的な攻撃は、チームメイトを飛ばして敵を痺れさせる、サンダーシュート。攻撃力が低いので敵を倒すことはできませんが、少しの間敵の動きを止めることができます。しかし、パワーコアというレベルアップアイテムを取ることで攻撃力が上がっていき、サンダーシュートでも敵を倒せるようになります。遠距離から敵を倒すことができるので、こうなると非常に強力なフォーメーションになります。またステージから落ちても復帰することができるので、攻守に優れた優秀なフォーメーションであると言えるでしょう。パワータイプをリーダーにすると、3人が横一列に並ぶフォーメーションになります。このフォーメーションは最も攻撃力が高く、かつ広範囲に連続攻撃ができるので、大勢の敵に囲まれた時などに重宝します。またパワータイプにしか壊せないブロックや壁も存在するので、ステージ攻略でも活躍するフォーメーションです。ソニックアドベンチャーシリーズでも複数のプレイアブルキャラクターが登場していましたが、一つのステージ中でキャラを切り替えるというシステムは大変珍しく、このゲームを象徴するシステムになっています。確かにソニックシリーズではかなり異色なシステムだな。でもその分ゲーム性だったり戦略性が広がって面白そうだ。ところで、今作はどんなストーリーなんだ？今作では4つのチームをプレイすることになり、それぞれが違う目的を持って冒険へと出発します。まずは、ソニック、テイルス、ナックルズで構成される、チームソニック。ある日、ソニックたちの元にドクターエッグマンから挑戦状が届きます。究極兵器を開発したエッグマンが、3日後から世界征服を始めるというのです。止められるものなら止めてみろ、というエッグマンの挑戦をソニックたちは受けて立ち、冒険へと出発します。チームソニックでは、スピードタイプはソニック、フライタイプはテイルス、パワータイプはナックルズです。ゲームの進め方は従来のソニックと同様、ステージを進んでいきゴールを目指すというものになります。ステージの難易度も全チーム中で真ん中くらいなので、最もオーソドックスなチームと言えるでしょう。また、各チームにはチームブラストというそのチーム専用の必殺技が用意されており、右上のゲージが溜まると使うことができます。チームソニックのチームブラストは、ソニックオーバードライブ。テイルスとナックルズの力を受けたソニックが、周囲の敵を攻撃する技です。チームソニックに限らず、チームブラストを使うと周囲の敵を一掃できることが多いので、ピンチの場面で非常に頼りになります。続いて、シャドウ、ルージュ、オメガによる、チームダーク。ある日、ルージュがお宝を求めてエッグマンの基地に潜入すると、そこには行方不明になったはずのシャドウが眠っていました。驚くルージュを前にシャドウが目覚め、同時に、基地に封印されていたエッグマンのロボット、オメガも動き出します。一触即発の状態をなんとか収めたルージュが話を聞くと、どうやらシャドウは記憶を失っているようです。一方オメガは、エッグマンが作ったロボットでありながらなぜか基地に封印されており、そのことでエッグマンを恨んでいると言います。話を聞いたルージュは全員の目的がエッグマンだと話をまとめ、3人でエッグマンを追うべく動き出します。チームダークでは、シャドウがスピードタイプ、ルージュがフライタイプ、オメガがパワータイプです。ゲームの目的はチームソニックと同様、ステージを進んでゴールを目指すことですが、ステージ難易度が高くなっています。例えば出現する敵の数が多くなっていたり、敵を全滅させないと先に進めないようになっていたり、敵が盾を持っていて倒しづらかったりします。そのため、各キャラのアクションや敵の弱点をしっかり把握した上で、適切に対処することが求められます。また、チームダークのチームブラストは、カオスインフェルノ。シャドウがカオスコントロールで時を止めた後、オメガが巨大なレーザーを周囲に放ちます。
発動後もゲージがなくなるまでは周囲の時間が止まっており、その間に敵を攻撃することができます。敵の多いチームダークにぴったりの技ですね。続いては、エミー、クリーム、ビッグによる、チームローズ。しばらくソニックから連絡がなく心配していたエミーは、新聞の写真に、チャオとカエルを連れて走るソニックの姿を見つけます。そんなある日、エミーはチャオのチョコラを探すクリームと、親友のカエル君を探すビッグと出会い、3人で人探しの旅に出かけます。チームローズは、エミーがスピードタイプ、クリームがフライタイプ、ビッグがパワータイプです。このチームはステージの長さが短かったり、敵の数も少なかったりと、ステージ難易度は全チーム中で最も低くなっています。初めてゲームをプレイする人におすすめのチームですね。チームローズのチームブラストは、フラワーフェスティバル。ビッグが傘の上でエミーたちを回し、最後に花が巻かれます。発動後は全員のレベルが一つ上がり、一定時間無敵になります。めちゃめちゃ強いな。発動するたびレベルが上がるので、ゲージが溜まったらすぐに発動した方がいいですね。間違いない。ところでチームローズ可愛すぎるんだが。激しく同意します。今作きっての癒しパートです。最後は、エスピオ、チャーミー、ベクターで構成される、チームカオテクスです。あんまり見慣れないキャラたちだな。彼らは、1995年に発売したナッコーが主人公のスピンオフ作品、カオテクスで登場したキャラクターです。それ以来約8年もの間登場していなかったので、今作での登場は昔からのソニックファンを驚かせました。しかし設定は変更されており、以降の作品でも今作の設定が採用されています。それでは、チームカオテクスのストーリーです。しがない探偵事務所を営むチームカオテクスメンバーのもとに、ある日、謎の小包が届けられました。開けてみると中には通信機が入っており、それを通して謎の人物から仕事を依頼されます。報酬さえもらえばどんな仕事も引き受けることがモットーの探偵たちは、この怪しげな依頼も即座に引き受け、事務所を飛び出すのでした。チームカオテクスは、エスピオがスピードタイプ、チャーミーがフライタイプ、ベクターがパワータイプです。このチームは独特なゲーム性になっており、ただゴールを目指すだけでなく、例えば特定のアイテムを探し出す、敵を全て倒す、敵に見つからないようにゴールする、といった条件を満たすことでステージクリアとなります。敵を倒すだけでなく色々なテクニックが要求されるので、他のチームとは全く違うゲームをプレイしているような感覚になります。チームカオテクスのチームブラストは、カオテクスリサイタル。無茶苦茶なバンド演奏で周囲の敵を一掃し、倒した敵の数に応じてリングを獲得することができます。めちゃくちゃな技だな。この無茶苦茶を通してしまうのがチームカオテクスの魅力です。他のキャラクターではできないことも、彼らがやるとなぜか許せてしまいます。このように、4つのチームがそれぞれの目的を持って冒険するのが今作のストーリーですが、ソニックアドベンチャーと同じように、ところどころで各チームの物語が交差する群像劇になっています。ソニアドシリーズほど重厚なストーリーではありませんが、最近のソニックシリーズほど淡白でもありません。そんな適度なシナリオに支えられつつ、色々なキャラクターの掛け合いを楽しむことができる作品。それが、ソニックヒーローズです。続いては、このゲームの良かった点をご紹介します。良かった点は、キャラクターの多さ、キャラゲーとしてのバランスの良さ、の2つです。まずは1つ目の、キャラクターの多さについて。先ほどご紹介したように、今作には総勢12体ものプレイヤブルキャラクターが登場し、クリーム、オメガ、チームカオテクスなど、今作が 3D ソニック本編初登場というキャラもたくさんいます。これほど多くのプレイヤブルキャラクターが登場する作品は他になく、キャラクター好きにとってはたまらないゲームとなっています。また、ただ単に色々なキャラクターを登場させただけでなく、たくさんのムービーを用意したり、ステージ中にキャラクターがよく喋るというのも今作の素晴らしい点です。これにより、12体それぞれの性格や関係性がよくわかり、物語にしっかり入り込むことができます。一作品で12体のキャラを知れるのか。めちゃくちゃコスパいいな。私も今作をプレイすることで、ソニックのキャラをたくさん知ることができました。おかげで、他のソニックシリーズをプレイした際もすんなり物語に入ることができたので、キャラクターを知るという意味では、ソニックの入門編的ゲームと言えるかもしれません。二つ目は、キャラゲーとしてのバランスの良さです。今作のシナリオはソニアドシリーズと比べてシンプルで、全体的に明るい雰囲気なのですが、それにより、ゲームとしてのバランスが程よく保たれています。どういうことだ？今作は登場キャラが多く、さらに全てのキャラが平等にフォーカスされているのが素晴らしい点です。もしシナリオがソニアドシリーズのような内容だと、ボリュームが大きくなりすぎて、各キャラの描かれ方が中途半端になってしまっていた可能性があります。シナリオを適度に絞ったことで、キャラゲーという特徴をしっかり強調させることができているのだと思います。確かに12体ものキャラをしっかり扱い切ってるのすごいよな。ストーリーを軽めにしたからこそなせた技ってことか。その通りです。
例えば前作のソニックアドベンチャー2は非常に深い物語が展開されましたが、フォーカスするキャラクターをシャドウに絞ることで、ゲームとしてのバランスを保っていました。今作は逆にストーリーを絞ることでバランスを調整し、12体ものキャラ全てにフォーカスしても違和感のない作品に仕上がっています。続いては、いまいちな点を紹介します。いまいちな点は、敵の硬さ、一部アクションの操作性、エンディングまでの道のり、の3つです。まずは1つ目の、敵の硬さについて。今作の敵は基本的に一撃で倒すことができず、何度か攻撃してやっと倒すことができます。おそらくパワータイプの特徴を際立たせるための措置だと思いますが、このせいで全体の疾走感や爽快感が損なわれてしまっています。特に後半に現れる E2000 シリーズとエッグハンマーシリーズは、体力が多い上に攻撃が通るタイミングが限られるので、倒すのにかなり時間がかかります。しかも倒さないと先に進めないようになっていることが多いため、無視することもできません。めちゃくちゃ攻撃防いでくるな。これは倒すの相当苦労しそうだ。今作はステージ自体も長く、後半ステージだと10分以上かかることもあるので、これらの敵に出くわすとかなりメンタルを持っていかれます。一撃で倒せないのは100歩譲っていいとして、攻撃が通らないのはやめて欲しかったですね。二つ目は、一部アクションの操作性についてです。今作には様々なアクションが実装されていますが、操作性に難があるものがいくつか存在します。中でも、ピンボールアクションはかなり操作性が悪いです。これはキャラクターたちがピンボールの玉になってピンボール台を移動するアクションで、この時も一応動かせるのですが、行きたい方向に進んでくれず、しかもピンボール台の仕掛けで跳ね返りまくるので、全然ピンボール台から抜け出せません。さらに場所によっては穴が設置されており、落ちるとミスになってしまいます。これはなかなかの鬼畜ステージ。ここで落下しまくったという方も多いのではないでしょうか。個人的にはかなりのトラウマステージです。三つ目は、エンディングまでの道のりです。今作は、4つのチームを全てクリアした上で、ある条件を満たすとラストシナリオをプレイできるのですが、その条件がめちゃくちゃ厳しいです。その条件とは？それは、7つのカオスエメラルドを全て集めることです。これを達成するには、大きな2つの関門があります。カオスエメラルドを入手するには、まず偶数ステージの道中でこのような鍵を拾い、鍵を持ったままゴールします。ほうほう。ここが第一の関門です。この鍵なんですが、ダメージを受けると失ってしまうんです。そのため、鍵を取ったらそこからはノーダメージでゴールまでたどり着く必要があります。ノーダメージか。それはなかなか厳しい。なんとか鍵を持ったままゴールできたら、カオスエメラルドチャレンジに挑戦できます。ここではコースに落ちているカラフルな玉を取って高速ダッシュをし、逃げていくカオスエメラルドを追いかけます。追いつくことができたら晴れてカオスエメラルドゲットなのですが、ここが第2の関門です。カオスエメラルドはとても速いので、カラフルな玉を取り続けて高速状態をキープするのがポイントになるのですが、この高速状態のキャラを制御するのが至難の技です。弾を取り続けるだけでも難しいのに、途中で爆弾も邪魔をしてきます。爆弾に当たると大幅なタイムロスになるので、絶対に避ける必要があります。しかしうまいこと動かせない。追いつけなかったらどうなるんだ？またステージで鍵を取るところからやり直しです。それは、きつい。これがやり込み要素だったらまだ良かったのですが、このチャレンジをクリアしないと本編のラストを見ることができません。カオスエメラルドを全部集められなくて、エンディングを見ていないという方も多いのではないでしょうか。ソニックヒーローズを今から遊ぶなら、プレステ3でダウンロード版のみ販売されているので、こちらを購入するか、プレステ2、ゲームキューブ、Xbox 版を中古で購入することになります。ただ、プレステ3のダウンロード版は所々操作性のバランスが崩れており、難易度がさらに上がっているので、できれば後者の中古を買うことをお勧めします。いろんなキャラが操作できて面白そうなゲームだったぜ。キャラ同士の掛け合いがたくさん見られるのも楽しいな。ソニアドシリーズのような重厚なストーリーはありませんが、その分魅力的なキャラクターを存分に味わうことができる作品です。ソニックのキャラが好きな方には、ぜひ一度プレイしてほしい作品ですね。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、ソニックに関するあらゆる情報を発信しています。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。